はい、どうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタトヨです。本日は国とコーヒーとの関係について、いろいろ話していきたいと思うんですけども、今までは生産国にフォーカスをしていろいろ説明をしてたんですけども、本日はイタリアという国がコーヒー文化とどのような関係があるのかっていうのをご説明していきたいと思います。今、世界のカフェで飲まれているコーヒーの実は8割以上がエスプレッソをベースにしたものだと言われています。カフェラテ、カプチーノ、マキアートとかフラットホワイトとかあるんですけどね。これらが全てエスプレッソから生まれたドリンクになります。このエスプレッソ文化を生み出した、世界中に広めるきっかけを作ったのがコーヒーの消費国の代表とも言われるイタリアですね。日本では、打ち合わせの時とか食後とかにドリップコーヒーが出ることが多いかもしれませんけども、イタリアではコーヒーの立ち位置が全く違います。なぜイタリアがエスプレッソの国になったのか、その歴史と背景をたどっていくと、コーヒー文化の革命の物語が見えてくるかもしれません。他の国のコーヒー文化を知ることで、今までとは違った感覚でコーヒーが飲めるかもしれません。ぜひ最後まで聞いていってください。はい。ではまず、イタリアという国を少し紹介していきます。イタリアはヨーロッパの南、地中海に突き出した長靴の形をした半島です。南には地中海を挟んで、アフリカ大陸があり、この地理的な位置が、コーヒーがヨーロッパに伝わるのを早めた大きな理由となりました。国の広さは日本の約8割、人口はおよそ6000万人ですね。ヨーロッパの国って結構全部ちっちゃいイメージがあるんですけども、日本の8割という方は結構そこそこ大きいと思いますね。で、人々は陽気で社交的で、家族や仲間とのつながりをとても大切にしているそうです。日本では右に習いとか礼儀正しいといった集団意識を強く知られているのに対して、イタリアでは自分の意見をはっきり言うことや日々を楽しむことに重きを置く国民性ですね。で、コーヒー以外にもピザ、パスタ、ワイン、ファッションやスポーツ、世界的に有名な文化を数多く生み出しています。そうですね、スポーツで言うと、サッカーとかがとても有名だと思うんですけども、僕は最近そのバレエを見てるんで、今の段階世界ランキングだと確か2位だったと思うんですけども、とても強い国ですね。で、そんなイタリアだからこそ、コーヒー文化も独自な発展を告げていったんですね。コーヒーの歴史について、イタリアへのコーヒーの旅、コーヒーがイタリアまで行った旅路なんですけども、アフリカのエチオピアから始まります。15世紀アラブ商人によってイエメンに渡り、エジプト、カイロ、そしてオスマン帝国の首都、コンスタンティノープールに広がりました。このコンスタンティノープルは現在のトルコ、イスタンプールになるんですけども、アジアとヨーロッパを隔てるボスポラス海峡の西側に繋がっているように見えて、実は繋がってないっていうところが実はあって、歴史で習ったと思うんですけども、シルクロードの西側の終着点とされていました。それ以上は陸路では行けなかった。なので、どちらにしろ船に乗せなければいけないので、そのまま船に乗った方が効率がいいですね。で、陸路で運ばれた物資は、ここから船に積み替えられて、エーゲ海や地中海を通ってヨーロッパ各地に運ばれていきました。で、そのカイロの終着点で栄えたのがイタリアの港町ベネツィア。このベネツィアはオスマン帝国と特別な貿易協定を結んでいて、香辛料や絹と並んでコーヒーをいち早く商業的に輸入していました。で、もちろんそのトルコに近いバルカン半島っていうかね、ギリシャにもそうなんですけども、コーヒーはそのイタリアよりも早く到着はしてたんですけども、そこで飲まれてたのはトルコ式コーヒーなので、イタリアのようなエスプレッソが、コーヒー改革が起きてはなかったんですね。トルコ式コーヒーは古来から伝わるその飲み方なんですけども、ショート動画あります。これ見てください。はい。バルカン半島やギリシャはそのトルココーヒーが盛んだったんですけども、イタリアはトルココーヒーではなくて別のルートを辿ったということですね。こうしてベネツィアはヨーロッパの中で最も早くコーヒーを日常に根付かした玄関口となりました。で、イタリアに根付いたコーヒー文化はやがて世界を変える大きな発明につながっていきます。
はい、次にエスプレッソマシンの発明と普及についての説明をしていくのですけども、コーヒー豆がイタリアに到着して、イタリア人はその香りと味にとても魅了されました。そしてカレンタなりの考え方や暮らしに合わせてコーヒー文化を大きく変えていくことになります。当時イタリアの北部では工業化が進み、働く人の時間がものすごい時間に追われる日々を送っていることになりますね。今の日本みたいな形ですかね。休憩時間がものすごい短くて、すぐ飲める、ですぐ仕事に戻れるコーヒーっていうのが求められたんですね。なので、1901年、ミラノの技術者、ルイージ・ベゼラがこのニーズに応えるため、世界初のエスプレッソマシンを発明しました。その高圧の蒸気で短時間でコーヒーを抽出する仕組みは、従来のドリップや煮出し式とは全く異なる革命的なものでした。で、1905年にはデシティリオ、パボーニ、はい、デシティリオ、バボーニがこの特許を取り、ラ・バボーニ社が設立しました。で、この商業用のマシンの生産が始まり、エスプレッソは瞬く間にイタリア中のバールへと広まっていきます。ちなみにこの発明者の名前ベゼラは今もベゼラというエスプレッソマシンメーカーとして残っています。120年以上の歴史を持つ老舗で今も世界中のカフェや家庭で使われています。そしてね、1961年にはフィーマ社の E61 が登場し、ポンプ式による現代型のエスプレッソマシンの原型が確立されて、こうしてエスプレッソはイタリア人の生活には欠かせない存在となってきました。で、このようにその忙しい中でも美味しくコーヒーを飲めるエスプレッソがイタリア人の生活の中に溶け込んでいったんですけども、その中心にあるのがバール文化。先ほどちらっとバールへ広がったと言ったんですけども、そのバールというのは立ち飲みスタイルでエスプレッソを素早く提供するカフェのことで、日本で言えば立ち飲み屋さんに近い感覚で、お酒ではなくてコーヒーを短時間で楽しむ場所ですね。出勤前や休憩時間に立ち寄り、数十秒で飲み終える。これがその日常の風景で、今でもあるそうですね。そして家庭ではマキネッタ。別にモカポットとも言われてますけども、が大活躍しています。イタリアの家庭にはほぼ1台あり、日本で言うと大阪の家庭にたこ焼き器が必ずあるような存在ですね。朝に入れるマキネッタの香りが一日の始まりを告げているそうです。イタリア人にとっては、そのコーヒーはゆっくり味わえる嗜好品ではなくて、生活をリズムを作る欠かせない存在というような立ち位置ですね。朝はカプチーノ、昼以降はエスプレッソ、時間帯によっては飲み方が変わってくるっていうのも特徴的かもしれません。こうした文化は1900年代初頭から全国に広まりましたが、他の国ではエスプレッソが一般化するのはもっと後のことでした。フランスでは1940年代頃カフェ文化の一部としてエスプレッソも導入されましたが、同時にフレンチプレスコーヒーのようなプレス式っていうのも広く浸透しています。高圧抽出ではないものの独自のカフェ文化として根付いていきまして、で、ドイツでは1950年代、主流はあくまでもドリップコーヒー、エスプレッソは一部の愛好家に向けのみ限られてたって感じですね。で、アメリカや日本に本格的に広がったのが1990年代、スターバックスをはじめとするチェーン店の登場でエスプレッソベースのラテやカプチーノが一気に人気になりました。つまり、イタリアは世界のどの国よりも早く、そして深くエスプレッソの文化を根付かした国なのです。ここで一つ豆知識を挟みたいんですけども、僕も昔疑問に思ったことがありまして、カフェラテとカフェオレ、どちらもコーヒーにミルクを入れているもので同じなんじゃないのというふうに思ってました。ラテとオレというのはどちらも牛乳という意味なんですね。ラテはイタリア語、オレがフランス語ということが分かりまして、なのでイタリアでラテくださいって注文すると、もしかしたらミルクだけが出てくるかもしれません。逆にフランスでラテくださいと言っても、っていうような形で思われるかもしれませんね。でも何が違うかというと、そのコーヒーのベースが変わってきます。イタリアではエスプレッソが主流なので、カフェラテはエスプレッソに強めミルクの濃厚なコーヒー感が楽しめます。一方、フランスではドリップ
コーヒーやプレスコーヒーに温めたミルクを加えたのがカフェオレなので、優しくまろやかな口当たりになりやすいですね。なので、お店によってはカフェラテとカフェオレのどちらもある場合があるんですけども、カフェラテの方がコーヒーが濃いめだと思ってもらえると、ほぼ間違いないのかなと思います。それではね、今、イタリアの影響力と現代のカフェ文化について説明するんですけども、今、世界中のカフェで飲まれている人気ドリンクの多くは、イタリア発祥のエスプレッソがベースになっています。アメリカーノ、カフェラテ、カプチーノ、カフェモカ、知ってる人も少ないかもしれませんけども、フラットホワイト。どれもエスプレッソプラス何かという組み合わせですね。で、スターバックスをはじめとする多くのカフェチェーンでも一番よく出るのはエスプレッソをアレンジしたメニューです。で、今やエスプレッソはカフェ文化の共通言語といっても過言ではないかもしれませんね。生産の国が味を作るのであれば、イタリアのような消費の国というのは文化を作る。イタリアがその代表的な存在だと思います。エスプレッソ文化を作り上げたイタリアの影響力は現代のカフェのあり方にまで行き着いています。はい、それではね、最後にまとめをちょっとしていきたいと思うんですけども、イタリアはそのヨーロッパの中でも一番初めにコーヒーに触れた国。それは仲介貿易の玄関口であったため。っていうのと、オスマン帝国、今でいうトルコなんですけども、オスマン帝国と協定を結んでいたからですね。その時の国民の生活レムズや性格に合った忙しい中でも短時間で美味しいコーヒーを飲めるエスプレッソが発明されました。で、今現在ではエスプレッソをベースにしたアレンジドリンクが世界のカフェで一番売れているほどになります。一方で日本ではエスプレッソをそのまま飲む人はほとんどいません。とても苦いというイメージがあるかもしれませんけども、実は浅入りのスペシャリティコーヒーで入れたエスプレッソは決して苦くはありません。機会があればぜひ一度お試しください。とても濃厚で複雑な味わいにきっと驚くと思います。コーヒーイコール苦いというイメージしかないというのはもったいないとちょっと思ってます。コーヒーには本当にいろんな味わいがあり、楽しめるドリンクだと思っていますので、これからもコーヒーライフをもっと豊かにいろんなものが楽しめるようにしていただけると嬉しく思います。では、また次の国のコーヒー文化でお会いしましょう。ではまた。もしこの動画が参考になったり楽しんでいただけたら、ぜひいいねボタンを押していただけるとすごく励みになります。そしてチャンネル登録をしていただけると最新の動画がアップされた時に通知が届くので見逃さずにチェックしていただけますよ。これからも一緒に美味しいコーヒーを追求していきましょう。ではまた。